ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、戦闘の基本となる各種ステータスの中から、攻撃力と防御力について解説をします。内容的には、アーマーと、アーマー貫通に関することに重点を置いて、解説をしたいと思います。このアーマーの数値に関して理解を深めれば、レベルアップをすれば即効性があるステータスと、一定の数値に達するまでは、効力を実感しづらいステータスの見分け方がわかるようになります。つまり、どのヒーローの、何のステータスを優先的に育成したらいいですか？という疑問の回答を、自分で考えて、導き出せるようになるということです。早速だけど、解説を始めるよ。戦闘の基本になる事柄を先に説明しますが、ヒーローウォーズの戦闘では、2段階の攻撃判定になっています。1段階目の攻撃判定は、攻撃側のアーマー貫通の数値と、防御側のアーマーの数値を参照して、攻撃側が防御側に、何%の比率でダメージを与えるのかを判定しています。これを科学的に説明すると、アーマーの数値から、アーマー貫通の数値を引き算するということです。この引き算の結果として、防御側のアーマーの数値が0になれば、攻撃側の攻撃は 100% 貫通したと判定されて、物理攻撃の数値が、そのまま防御側のダメージになります。ちなみに、引き算を行った結果、アーマーの数値がマイナスになることもありますが、実際には、マイナスという状態は存在せず、ただ単に、防御側のアーマーは、完全に破壊されたと認定されます。それでは、実際の戦闘画面を見ながら、解説をしたいと思います。このシーンでは、左側のカークが攻撃側で、右側のアストロスとマーサを防御側とするので、画面右側に表示される数値に注目しながら、動画を視聴してください。左側のカークのステータスの数値は、物理攻撃が25,248、アーマー貫通が17,974になっています。そして、右側のアストロスのアーマーの数値は17,723で、マーサのアーマーの数値は1,059です。先ほど説明しましたが、カークとアストロスの1段階目の攻撃判定では、アストロスのアーマーの数値、17,723から、カークのアーマー貫通の数値、17,974を引くと、マイナス7,251になるので、アストロスのアーマーは貫通したと判定されます。ですので、カークの物理攻撃の数値の25,248が、そっくりそのまま、アストロスのダメージになっています。カーク信者がこの戦闘シーンを見た際は、このアストロスは大したことないな。この勝負は楽勝。とすぐにわかるのです。なぜなら、カーク信者は、自分のカークの物理攻撃の数値が25,248とわかっているので、1回目のカークの通常攻撃が貫通するかしないかを見ただけで、この勝負は勝てる、この勝負は負ける、ということがある程度推測できてしまうのです。先ほど1段階目の攻撃判定では、引き算の結果として、マイナスになった場合も0として判定すると説明しましたが、次は、計算結果がプラスになった場合の解説をします。アーマーの数値がプラスになった場合を説明するよ。これを知らない人が多いんだよ。この画像を見ていただければ、理解しやすいと思いますが、防御側のアーマーの数値がプラスとして残った場合は、攻撃側の物理攻撃の数値が、一定の割合で減算されて防御側のダメージになります。この動画は先ほどと同じ戦闘シーンですが、今回は右側のアストロスとマーサが攻撃側で、左側のカークを防御側とするので、画面左側に表示される数値に注目しながら、動画を視聴してください。右側のアストロスの物理攻撃の数値は7747ですが、画面左側のカークが受けたダメージは、1933になっています。これは、アストロスがアーマー貫通のステータスを所持していないので、攻撃側のアーマー貫通の数値は0となり、
カークのアーマーの数値、9021から0を引いた結果、1段階目の攻撃判定で、カークのアーマーの数値が、プラス9021ほど残ったからです。この結果を先ほど解説した、1段階目のアーマー貫通の判定チャートと照合すると、アストロスの物理攻撃は、カークから 75% の割合で防御される計算結果になるので、カークのダメージは、7747×25% イコール、1933になるのです。同様に右側のマーサの物理攻撃の数値は3405ですが、画面左側のカークが受けたダメージは849になっています。これも、マーサがアーマー貫通のステータスを所持していないので、攻撃側のアーマー貫通の数値は0となり、カークのアーマーの数値、9021から0を引いた結果、1段階目の攻撃判定で、カークのアーマーの数値が、プラス9021ほど残ったからです。この結果を先ほど解説した、1段階目のアーマー貫通の判定チャートと照合すると、マーサの物理攻撃は、カークから 75% の割合で防御される計算結果になるので、カークのダメージは、3405×25% イコール、849になるのです。この仕組みがわかると、物理攻撃のヒーローでも、ステータスに、アーマー貫通を持っていないと、大した攻撃力を発揮できないことがわかると思います。ですので、序盤では活躍していたヒーローでも、アーマー貫通や、魔法貫通のステータスがない場合は、レベルが100を超えるあたりから、強力なアーマーや、魔法防御、マジックディフェンス、を持ったヒーローに通用しなくなるのです。これは魔法攻撃と魔法貫通、魔法防御でも同じ計算式を用いますので、物理攻撃系だけでなく、魔法攻撃系のヒーローでも同様の計算式を使うことができます。次に、アーティファクトのバフが発動した場合を説明するよ。アーティファクト1番のバフが発動中の間は、画面上部にそのことを知らせる丸いマークが表示されます。この動画のカークの場合、アーティファクト1番の星が3つ以上なので、100% の確率で物理攻撃の数値に、9792のダメージが上乗せされる仕様になっています。では、画面左側のカークの、スキル1番と、スキル3番が発動した場合を説明します。カークは、スキル1番で敵を空中に放り投げて、空中の敵を攻撃しますが、カークのスキル3番は、敵のレベルがカークよりも低い場合は、与えるダメージが2倍になります。この攻撃では、1段階目の攻撃判定で、マーサのアーマーは貫通していますから、カークの物理攻撃の数値25248に、アーティファクト1番のバフの上乗せのダメージ、9792が加算されて、それがスキル3番で2倍に増幅されたものが、マーサが受けるダメージになります。科学的に分析すると、25248たす9792イコール35040となり、それが2倍になるので、35040×2 イコール70080となり、動画内で表示されている数値と同じになります。いかがでしたでしょうか？これがヒーローウォーズの戦闘に関する数値計算になりますが、この理屈を理解していると、どの要素をレベルアップすれば、どのような効果を発揮するのかわかるようになります。逆に言うと、この動画で登場したアストロスのアーマーの数値を500ほど上昇させたからといって、彼がとても硬いタンクに一瞬で生まれ変わることはないのです。アストロスのアーマーの数値が、カークの持つアーマー貫通の数値を上回ってから、初めてアスタロスはカークに対して、防御力を発揮するようになります。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、アーマーと物理貫通の仕組みについて、詳しく知らなかったという人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。